私ですさっきのつながりで、うん、すっごい見てる自分のそうまあ今一番その私が今日感じてることを、まあ今までの今日まで、今日この瞬間に、やっぱそのまあ今までやっぱその理人症とかちょっとあって、やっぱこう感情がぼやけてたりとかやっぱ麻痺してたりっていう期間もまああったでしたけど、やっぱりこう今日に近づくにつれて結構やっぱ自分で幸せ、なんかこういう時に幸せを感じるとか、こういう時嬉しい悲しいっていうのをやっぱ感じられるようにはなってきてるんだけど、まあそういう中で今一番感じること、まあ夜の良さとか感じる良さっていうのは、まあいつももう付き合ってからの10年間ずっとだったんだけど、こう私にもっといいものだったらまあ服とか食べ物、まあくれようとしたり、こういうのがさとみに似合いそうとか、もっと美味しいの食べさせてあげたいとかで、まあ自分が料理してくれたり、まあ美味しいレストラン連れてってくれたり、最近でもっていうことと、まあもっと大きいのがより良い環境、より良い世界を見せてくれようとしてるとこ、もう海外に連れてきてくれたことがもうまさにそれなんだけど、だからまあ私は日本で、まあ、パティシエとしてまあ多分別の動画で話すと思うけど、そういう労働環境についていけなくて、まあ諦めちゃったから。でもやっぱり私の人生考えた時に、さとみはケーキ好きだからって言って、オーストラリアのこういうパティスリーだったら働けるんじゃないって言って、こうなんだろう、ただ連れてくるだけじゃなくて、さらにその中で私のその世界観、日本でこう見れなかった世界を見せてくれようとする。でそれがまあ2人のためでもあるけど、やっぱりこう私個人の人生を尊重してくれてるで、やっぱなんだろう、だからそのくれたものをすごく気に入ったとか、まあもちろん気に入ってるけど、それ以上にやっぱりその心あとまあ別の動画でも多分見た方いると思うけど、カービーハウスを組み立ててくれたりとか私が好きだからって言ってもこのカービー、もう動画に収まらないぐらいのカービーを私の周りに置いてくれたりとかっていう、まあその心がまあすごく嬉しいし、なんだろう、そう、あともう一個が、まあ以前、私の家族関係もまあちょっといろいろあるんですけど、まあそのことを気にして、私の家族にちょっと私のこうなんだろう、まあ、家族が知らないちょっと私の経験とかも話しながら、こう私がどういうふうに家族に歩み寄りたいかっていうのをまあ話そうとしてくれたり、家族関係をもっとよくしようとしてくれたりっていう、正直私の家族がどうであってもこの2人の関係ってまあ変わらないはずだけど、やっぱりそれも私のその人生とか、やっぱ私が自分でも気づかない私の本心をやっぱ汲み取ってくれての行動だと思うから。まあさとみ家族のこと大好きだからね、まあでもビョルもそうだから多分余計そうしようとしてくれたのもあると思うんだけど、だからまあここで言いたいのは、まあでも私にとってやっぱ一番大きな幸せっていうのは、まあ多分ビョルもそう思ってるけど、まあビョルが好きなものに囲まれててもいつまでも輝いていることだから、まあなかなかチャンスなかったと思うけど、もっとこうやりたいことにこれから挑戦できる人生であってほしいし、あとでもまあ私にとって一番大きい幸せっていうのは、まあやっぱりそこまでこう世の中で一番愛してる人にもう大きい愛をもらってまあ過ごせてることかなっていう、まあこの相手の長所についてのまとめて思うことがまあそれだったんで、一応この場でそうだね、伝わったかな私うん次はなんかそんなにあれなんだけど深い話じゃないんだけど、こう自己管理がこ
自己管理を怠けない部分かな。例えばまあやっぱり今はもっとこう落ち着いてるから、まあ2人で生きていくにあたってやっぱり互いに健康な老後を過ごしたいねってなって、やっぱり大変なのにタバコもこう、まあ、ほぼやめてくれたり、まあ、今はやめてるみたいな感じじゃん。だからやめてくれたり、あと水ももうほぼ飲まなかったのに、水もなんかすごいもう飲むように気をかけてくれたり、あとはまあでもそれだけじゃなくても10年間過去10年間見たらやっぱりこう運動とかも体重管理とか常になんかしようとするし、まあこれはまあ女性人権とも関わるかもだから、まあこう軽くは言えないんだけど、やっぱり化粧も常にする方ではあるじゃない。まあでもファンで塗らないから頻繁にできてたのあるよ、目と眉毛だけだから。まあそうなんだけど、長年付き合うからってもう相手とまあいろんな姿も全て見てるからってこなまけたりしないで、ちゃんともうデートの時はもっとなんか化粧バッチリしたりするの。まあ私もそうかもだけど、なんかやっぱり里見って常にそういうところがあるじゃない。だからなんかそういうところがやっぱりこう常にこう恋愛対象としてなんか意識してもらってるっていうのもあるし、だからまあ自分もさらに頑張ろうってなるし、やっぱりそういうカップルってまあ結構ね、なんかできてないカップルもいるわけだから、時間経つとね、時間経つとやっぱりこう緩くなっちゃうっていうか、10年経ったしいいでしょみたいなそうそうそう、何がいいのか分かんない。そうだからなんかそういう感じなんだけど、全然もうそういうのがないじゃん、常に同じ感じで、まあそれはまあさっきも言った通りになんか里見ってなんか一回こうこの人って思うとこうロイヤルな感じがあるから、まあそうなのかもしれないけど、まあそういうところも素敵だなって思ってるかな。まあ自己管理、そうね、まあ相手のためでもあり、あと自分でもまあ人の目っていうか、まあ男の人が見る、女の人が見るっていう前に、なんかまあ自分でただこうありたいから、こういう風に着てる、こういう化粧、まあ化粧、そうそう、化粧って呼べるか分かんないんだけど、まあしてるって感じだからね、自分に合ったもの、スタイル、だからもうそれもあるし、だからもう自分のためにっていうのもやっぱり大事、じゃん、人のためっていうよりは。だからまあ続けられるもんだし、だから自分のためにやってるところもすごいんだけど、まあでもその外見だけじゃなくて、やっぱりこう自分が今お菓子が好きだから、そのお菓子をなんか常にも研究してて、だからもう家にもうコロナとかで余計なんか外に出れない環境じゃん、なのになんか家にいるからってなんかずっともうダラダラしないで、ちゃんとなんか今日はもうお菓子ここから、まあここ数日はもうここからここまで研究するみたいな感じで、まあ日本にいる時もそうだったけど、常になんか本読んでやっぱり好きな分野をこう徹底的に研究しようとしたり、そこも自己管理じゃない。そうだから外見だけじゃないんだよね。だからもう全てにおいて自己管理がすごいもうちゃんとしてるのかなって思った。そうね、まあ今はこうやっぱり甘えたくないっていうのがあるから余計そうしてるから、まあ、今ちょっとさっき話した PTSD の関係で、一応今家事してて、まあ働いてないで、だからまあ家でまあ家のメインテイン整えてできることと、まあ自分でその勉強したりっていう時間をまあ作りたいっていうのがあって、まあそうしてるかな。でもね、昔からそうだったよ。あ、本当に昔からそうだったよ。まあでも自己管理はお互いに今してるしね、運動とかちょっと筋肉つけようねって言って、もう細かく言えばもっとあるし、まあさっきとか、まあ相手のいいところとか感謝してるところと、あとまあそれに対して自分が思うところとかあって、まあ大きく言うと、まあ大きく分けたらまあ全部言えたかな。まあだって、私の人生って考えたらやっぱりその健康的な生活に変えてくれたのも夜だし、なんかまああるかねって、まあありすぎて、まあ省略して結構こんなもんだよね。そうだね。まああと本当になんかもう簡単なことでこの人長所言ってくださいって言うんだったら、
私より力強いとこうんも好きだし、まあいちいち可愛いし、なんか動きとかも可愛いし、多分それはもう完全に主観だよね。もうでも恋ってね、うん主観的なものよ。まあそうだよね。だからなんかもうなんかなんだろう、まあ性格も好きで、外見も好きで、まあ力あるところも好きで、今はもう背の低いところも可愛くて好きでみたいな、あと声も好きで、手も好き、まあでもまあ相手の全部が好きってまあ、そういうところでなんかもともとこういうとこが好きじゃなくても相手だからまあ全部好きって感じだよね。そうだね。あと感謝してるところってまあ長所っていうか、まあ感謝してくれるところってやっぱ自分になんか自信感とかをくれたこと、すごい感謝してるかなって。自信感？私はやっぱりさっきも言ったけどさ、日本でお菓子屋も続けられなくってなんかこう長年続いたキャリアがもう何もない、けど私のお菓子美味しいし才能あるしって言ってくれたり、私が絵描いてもなんかすごい感受性があるしって、まあ事実しか言ってないけど、それは別に。でもなんだろう、やっぱりそれを心から言ってくれてるし、やっぱりそういう時間の積み重ねで自信を持って、もっとこう例えばだけどこういうお菓子も作ってみようとか、なんか英語ももう本当私自分の声も嫌いだから、もう前だったらこういう動画撮るのも考えられないぐらいだったのに、なんか英語とか韓国語も上手になってきたよって言ってくれるから、こう、まあ、語学の勉強も少しやろうかなとか、なんかやっぱり時間をかけて自信をくれる。外見だってそうだし、私はやっぱり外見のコンプレックスがひどすぎて、もう、まあ、大した化粧してるわけじゃないけど、本当目元の目これでもすっごい薄くなったんじゃん。相手もバンドマンみたいにすごいライン引いてるって感じじゃないと外歩けなかったのに、コンビニも行けないぐらいだったのに、だからもう自分のその可能性を広げて、自分が自分のままでいることを許されてるっていうか、まあ、そういう意味での自信感をくれた。まあでもそれはお互い様だよ。まあ主観的だけどそれも、まあでもなんだろうね、でもそれをお互いに与え合える人に出会えたっていうのがまあ多分人生で一番大きい奇跡かなって感じ。奇跡だと思う。これ以上は多分この先もないなって思う。あとはなんかあるかな。まあそんなもん。目にあげたい長所とか、まあ伝えたい言葉、そうだね、はまあ言えたから。じゃあ次はまた何を撮ろうかな。何がいいかね。なんか話したいこと多すぎてね。いつもそうなんかこれを放送で言おうみたいな話してるけど、それがもう言おうっていうのがありすぎて選ぶのがまず大変なんだよね。でも結構やっぱり私が育った島の話とかさ、やっぱり島ですね。あとはまあデートとかであったそういうハプニングとか、まあ里見ちょっと昔の話 PTSD とかで話したくないかもだけど、まあもし症状が良くなったりして気が向いたらなんかあれば、そうね、まあ逆にこうちょっとタイムスリップみたいな昔の話とか急に出てきたりとかするかもしれないけど、そんな感じです。じゃあまた次の動画もお楽しみにしてください。じゃあね。ありがとうございました。